チューンソフト入ってからはいなんですけども、いっちゃん最初の仕事って何でした？かまいたちのようなアドバンスを作る、はいはいはいゲームボーイアドバンスで作るから、それの移植を見てくれって言われて、それを移植を見ながら自分の企画を作る。でその後にそれでもまだ企画が決まらなかったので、風来の試練のゲームバランスとかを手伝ったりして時にこの企画が決まって、金八ってこれもともとどうやって決まったんですか？これ TBS は学校っていうタイトルなんですよ。もともと学校。そうだつまり3年 B 組金八先生になってみませんか。はい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 。龍が如く似てるなと思ってるんですけど、マーケティング的に。なるほど。つまり、ゲームのジャンルであまり売れてないというか、まだ存在してないもので、一般のジャンルでよくヒットしてるもの、例えば、まあ、よくある医療もの、学校教師もの、ヤクザもの、裁判もの、みんなそれで狙っていろいろ作ったんですよ。裁判は逆転裁判でうまくいったし、ヤクザはもう龍のところで、これはやっぱりその同時期にやっぱ学校ものってジャンルないよね、でやっぱ学校の教師っていうのは生徒にワイワイ言われて、これプラスのとこだけ見るとみんなに慕われていいよね、金八先生になってみたいみたいなゲームを作ったらいいんじゃないかっていうプレゼンをして、まあ僕そのディレクター候補で入ったんですけど、まあその企画がなくなってフラットになるとみんなにチャンスを与えるっていう状態になって、やっぱ企画書のオープンプレゼン会にしようとしたんですよ。でその時に、これは負けれんと思って、学校っていうゲームのファミ通の特報を作ったんです。自分で、うちもよくやるそれ。つまりこういうふうなファミ通に載りますっていう1枚ものを基本的に皆さん、みんなページは何十ページもあるような企画書を回したので、できるだけページ数少ないものを回して、あとはもうビデオと口頭でプレゼンしたら、ダントツでやっぱ票を集めて、このゲームをやろう。じゃあもう初っ端は金八先生もいなかったんですね。金八先生はゲストに出したい。なるほどなるほど。金八先生が師匠であるというのはやりたいと、それやりたいと。でもう一つは、現代の今、流行している歌手に送る言葉を歌わせたいというのの2つは最初からあります。そしたらやっぱり最初金八先生出したいって話だから TBS さんとやっぱ交渉しようとなった時に、まあ中村浩一さん交渉に行った時に持って帰ってくれたら金八先生のゲームにしてもいいよっていうことだったんですよ。でその時にぶっちゃけて悩むわけですよね。そこまでは頼んでなかったでも条件としてはすごい条件だった。すごいすごい。どうしようどうしようどうしようって悩んで、でもそれはやっぱりその中村浩一さんに決めてほしいということで、それ決めてくださいって、僕分からない、そこのリスクは。なるほどなるほど。じゃあ金八で金八で誰でも知ってるから金八でいこう、そしたらまあサブタイトルをつけさせてくれっていうことと、金八先生って言うけど金八先生はゲストですよと、そこは後でひっくり返らないでくださいと、金八先生になるゲームになると多分全然コンセプト変わるんですよ。でそれは幼い先生にも確認してもらって OK と。で、その代わり金八先生のやっぱり名前を変えるからにはもうやっぱ全部ちゃんと勉強し直して、で幼い先生にもちゃんと確認を取って、まあ、出すというタイトルになったっていうことですね。当時そのアドベンチャーゲームってやっぱり典型的なこう画面が出てきてテケ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 って下に文字が出るタイプのやつか、いわゆるテキストアドベンチャーって言われてる、まあこれ PC ゲームに多かったですけど、そういうスタイルのアドベンチャーゲームしかない中で、ジャイロでね、言うとキーワードを集めて、それを今度自分のアイテムにして相手に、まあ言うと生徒にぶつけて、それでこうフラグを立てるっていうシステムはどこから？テキストが出なくなったのは、僕自身が口パクとテキストを完全にリンクさせなきゃ嫌だって言ったので、出なくなったってところあれはとんでもない、まあ私も見てて博打だなと思ったんですよ。だって普通ね、みんな自分のテンポでもうスキップして送りたいってなるところをしっかりとやっぱちゃんと口パクも確かに合ってますけど、ボイスで聞き取らないと理解ができない。だからちゃんと教師として生徒の声に耳を傾けてるっていうのがもう言わずもがな、もうメッセージとしてすげーってやっぱ思ったんですよ当時。ようそんなこと思いつくなと思って。あれはでもね、最初はでもテキストを出そうとしてたんですけど、そのテキストを出すコストが、そのやっぱりその
声とリンクできない。僕自身はテキストは声にこれタイムトラベルでちゃんとやったんですけど、声より後に出てこないとダメだ。なるほどなるほど。つまり声を聞いてて、でその声が先で、でテキストが遅れて、しかもその言いよどんだ人はちゃんとテキストが待つみたいな、全部やってくれって言ったらそれはできないって言われて、じゃあない方がいいんじゃないかっていうことを言って通りましたね。カードの仕組みはあれは一種のそのマルチのストーリー、もともと3列は全部あったんです。それ30話30人の生徒っていう全ての物語があって、それが1年間では10人の生徒しか解決できない。つまり全ての生徒は救いきれないっていうところをどうやってやるかって言ったら、何度もやるにしてループするしかないというところにカードを投げるっていう仕組みを入れて、もともとはカードっていうのはループしてグレーになっちゃいますけど、いっぺん手に入れた1周目で手に入れたカードっていうのは2周目を持ってるんですけどグレーになってもう一度フラグを立てないと使えないんですけど、あれってもともとは使えるって仕様もあったんですよ。一種のタイムトラベルループもの。なるほど。つまりそうだったんだ。キリアとかエンディングに関わってくるものっていうのは早めに中島ひかるにその情報を送ることによって違うシナリオが開いていくみたいな。なるほど。まあとんでもないそのゲームのメタっぽい要素も入れようとしてた名残ではある。ああ、なるほど、そうなんだ。3つの生徒のどれを救うかっていうこと自体が、例えば1の生徒を救ったものが2の生徒を救うこともあるし、そういうふうな横のフラグの連携とループするフラグの連携っていうのをカードシステムっていうのは実は内包できるので作ったんですけど、まあ 100% 生かしきることはできない。ああ、なるほど。最初にシナリオを作って、で途中で、その思考からカードシステムを入れてったって感じなんですか、あれ。同時ですね。じゃないとそうならないよね。そうどちらかを思いつくことはなくて、システムと構造は最初から考えていましたね。そうなんだ。最初始めて1話とか2話とかを触ってる最中に、なんでこんな要素分解をしたゲームシステムになってんだろうっていうのは最初分かんなかったんですよ。でなるほどけども、これがこのゲームの流儀なんだったらこれで進めていくのに、なるほど、これでフラグを解放していくのに、なるほど、これでちょうどなるほど1時間ぐらいになる、なるほどね、ここで流れるのね、歌があって思ってたんですけども、太陽が眩しかったからっていうエピソードあるじゃないですか。あれを輪を遊んだ瞬間、こういう意味かっていうので頭の中でガラスが割れたんですよ。えぐいと。とんでもない発明だなこのゲームはと思って、もう心臓刺されましたね、あれは。そうだからゲーム、じゃああれは後からじゃないんですね。後からじゃないですね。やりたいことの中のアイディアがハマったのは後からです。太陽がもしかったら、それ使えるよねってなったのは。それおしゃれっていう、それはおしゃれだねっていう。もうグッときましたね、あれやられましたね。だからやろうとして仕組みをいろんなものを作ってて、すごくハマったところが何個かあったっていうところですね。それはまあ4人8似てますけど、大体こう用意しといて、それにそのちょうどいい感じで煮えたものがハマるっていう。なるほど。